始まりました。今日なんですけど、僕の大好きなこのフィル・クラーグっていう逃走者を紹介したくて、なるほど。僕は56でいつもやってる1万円逃走者っていうタグでやってる56のフィル・クラーグっていう逃走者です。なるほど。なんかまず今聞き慣れない単語が一つありましたが、聞き慣れない単語なんか1万円逃走者の話ですか？そう1万円、身内でやってるしかも1万円っていうのもちょっとハレルヤさんの幅がね価格で、変動して、なんか仲間内だからできるみたいな信頼で成り立ってるゲームなんですけどそれでやってるフィル・クラーグっていう逃走者ですね。これは結構海外でも流行ってて、まず能力の確認からいきましょうか。はい。まずこいつは5マナ33飛行速攻のドラゴンです。それだけ聞くととても弱そう。弱そうですよ。まだスタッツ的にはそんな強くないんですが、まずこいつがダメージを、ドラゴンですね。僕がごとしてるドラゴンが、1対1のドラゴンが、対戦相手を攻撃するためなんだ、これ。ダメージを与えるためじゃない。今自分が気づいたんかい。あれ、攻撃するたび、そのプレイヤーがコントロールしているクリーチャーを思想できます、1体。待ってください、まだよくわからない単語が出てきました。思想ご存知じゃない思想は、まず読めないですよね、この字。いろんな MTG プレイヤーが読み間違えてます。そうですね。これ、刺激とかなんとかって言われて、変換で出てこなかったりするんですけど、思想っていう。間違った振り仮名で、ひらがなで書いてたりする人とかいます。これ、思想と呼ばれるシステムなんですけど、まず、思想するっていう言葉を MTG プレイヤー以外は使わない。そうですね、基本的に、これはもうジャッジの方と話したんですけど、それ一番困る能力だって言われました。なんなら、ジャッジの方も、逃走者のイベントあったんですけど、調べてました、思想の。携帯で、思想の能力を。調べないと分かんないぐらいやばいです。なるほど。リリースノートとかを一応ちゃんと。めちゃくちゃ難しい能力なんですけど、他人数戦でしか使わない能力ですね。はい。対戦相手のコントロールで思想したクリーチャーは強制コンバットというか、次のターンまで、他の対戦相手を攻撃しなくてはいけません。可能な限り。だから、そいつは、まず攻撃しなくちゃいけなくて、他に、自分以外に、僕以外に、他の対戦相手がいれば、そいつを殴りに行かなきゃいけなくて、他の対戦相手がいないと、僕を殴ってこれます。でも殴るのは強制。殴るのは強制になりますね。で、ちょっとややこしい。その話はとりあえず、思想の話はとりあえず、出たんでしますか。思想するっていう状態と、思想されてるっていう状態があります。なるほど。はい。で、思想するっていうのは、スペルで、思想するっていう呪文があるんですけど、それは次のターンまで、思想、する、もうしてるんで、要は思想しなきゃいけないんですけど、思想されてる状態っていうのは、要は、ゴーティッドですよね。ゴートじゃなくてゴーティッドの状態は、常在型能力で思想されてる場合は、それが、常在型能力が解けたとき、思想が解けます。これ直感的ですよね、ある意味ね。そうですね。逆に混同されると直感に反した処理になっちゃうから。そうですね。そういうのが一応ちょっと難しいルールでありますよっていうので、思想という能力を知っていただければと思うんですけど。はい。で、とりあえずで、あと思想、コンバットいったら思想できますよっていう能力と、フィル・クラーグの能力の説明に戻るんですけど、で、クリーチャー一体が、要は、対戦相手のクリーチャーが、クリーチャー一体が、対戦相手に、戦闘ダメージを与えたとき、自分でもいいんです、これは。すべてのクリーチャーが、その対戦相手、僕の対戦相手に戦闘ダメージを与えたときに、そのクリーチャーが、その戦闘で攻撃しなかっ
ければいけなかった場合、もう変な書き方してます、これ。めちゃくちゃ変なルールなんですけど、はい。要は思想であったり、強制コンバットであったり、っていうのがされてた状態で対戦相手にダメージいったら、こいつに11カウンターが乗って1枚ドローできます。なるほど。はい。サイズも上がるし、ハンドも増えると。はい、この説明だけでまず試合がもう終わっちゃうかもしれません。これ分からない人とやると、これ大変です。なるほど。何が起きてるのかさっぱり分からないんだけど。さっぱり何言ってるんですかって、知っててもらってるのが前提なんですけど、こいつ。なるほど。まあちょっと難しい能力なんですが、ただ海外ではすごい人気の高い、かなり面白いデッキになってますね。で、まあ、勝手な偏見ですけど、はい、ドラゴンとか、ドラゴン、まあそうですね、ドラゴンで殴ってくる。そういうの好きそうだから。そうですよね、海外の方ね。まあ、ドラゴンで殴っても言わするということで。はい。で、まあ、こいつの能力の紹介は、まずいいとして、はい。まあ、どういう戦い方をするか。はい。まあ、EZ なんでね。そうです。普通にスペル連打したりするんじゃないんですか？まあ、ちょっと変わった、他のデッキとは変わった構成になってまして、とりあえず思想します。なるほど。はい。まず、思想、当然、はい。そういうジェネラルだからね。思想するデッキなんで、思想します。例えば思想するカードなんてそもそもあんまり知らないんですけど。例えば、この気候の推進力っていう推進力系のカードがありまして、エンチャント貼って、そのエンチャント貼ってるクリーチャーは、要は常に思想されるっていうゴーテッドですね。はい、思想するじゃなくて思想される。そうです。これがいわゆるその状態型能力で思想されてるという状態になりますね。これ剥がれると当然思想が解けますよねっていうことで。直感的です。直感的です。そうです。これが要は思想していく。エンチャントされると思想されて、あと血に飢えた刃ってこれめちゃくちゃ僕はジャッジに反抗したカードなんですけどこれ装備品なんだけどなんかよくわからない装備じゃないよなってこれそうですこれ装備じゃないんですよテキストに装備するって書いてないっていうこれじゃあキロ型じゃないですかって言っていやこれ錠剤型だと思いますね多分っていうのでちょっと揉めましたこれ、揉めてやっぱ結果いろんなところに頑張って探してもらった結果これは錠剤型だと言われたんで錠剤型だと思ってます。はい。まだ直感的ですね。そうです。まだ諦めてないんですけど。諦めてください。おかしいでしょ。あと面倒なクワジットっていうこれカードがあるんですけど、こいつはクリーチャーでない呪文、要はインスタントソーサリーであったり、アーティファクトだったりワンハフトだったりを唱えるたびに対戦相手がコントロールしてくれちゃう一体を思想できる。なるほど。これは思想するやつ、そうですね。こう思想しまくれますね。とりあえず。で一応思想されているクリーチャーではブロックできないって書いてありますんで。なるほど。ワンチャンいいんじゃないかな。であとはこれ結構キーなんですけど、復讐のソレイっていうカードですね。なるほど。こいつ思想する効果ついてる上にドラゴンじゃないですか。そうなんですよ。これ思想する効果ついてる上にドラゴンだってこいつやばいです。これ出るかコンバットするたびとりあえず思想できるんですけど、こいつこの間あるちょっとカジュアルのタックで、唱えたらやべえってなって打ち消されましたこいつそういうカードじゃないのに打ち消されました。おかしいでしょヒルクラーグジョックとかそっちでいいでしょ。そうなのになぜかしないけどこいつ打ち消されるっていう珍事がありましたけど、でも一応思想噛み合ってるの。噛み合ってる。そうです。噛み合ってる。ドラゴンの思想だから。まだ調装するドッペルゲンガーっていうカードがあるんですけど、これは出た時名前を一つ選んでそれと同じコピーになるっていうカードなんですけど、その名前を持つクリーチャーはもうこいつが出てる限り思想されるっていう。なるほど。こっちは錠剤ですね。これは錠剤ですね多分。はい。こいつが死んだら思想は解ける。解けると思います多分。普通に考えたらそうだよね。そうですね。多分そうだと思います。で一応僕もカジュアルタグでやったんですけど、エムラクールやってる人がいたんですよ。まず待ってください。エムラクールが出たんだけれどもお亡くなりにはなってないってことですね。エムラクール出ました。はい。では追加ターンじゃなくて何でしょう、コントロール奪う。コントロール誰か奪われた。誰か奪われたんですよ。
じゃあ僕ちょっとそいつになりますって言って。なるほど。まあすごいデカブツが降臨したと。降臨しました。まあ、ちょっとターンは奪えないです。ターンは奪えないですけど、デカブツ降臨して相手が失踪されました。殴ってます。殴ってもらいました。だからなぜか2体エムラクールが殴り始める。そうです。えらいこっちゃですね。まあ、とにかく思想していただいて、思想して、僕は思想して、殴っていただきます、相手に。はい。これ大事なんですよ。なるほど。でもまあ一番その思想系で強いカードは礼儀妨害ってカードなんですけど、はい。これは4万ソーサリーで、すべてのクリーチャー思想します。なるほど。で、一回、これは思想するの方ですね。なるほど。必ず行かなきゃいけないです。基本的には対戦相手の盤面が、ガラ空きになった上に、なんか、突っ立ってるところに、初めの人なんかは突撃しなきゃいけない。そうです。初めの人はずっとやばいです。次のターンの人はやばいですね。初めの人はちょっと盤面が壊滅する恐れが、まあもちろんなるべく被害小さいところに行くでしょうけど。で、これ、フィルクラーグ出てる状態で、すげえこれを打つと、すごいドローしますよ。すげえドローする上にサイドマーがあると。そうですね。いやー、嫌ですね。まあとりあえず、まあ、そういうデッキですね。で、このデッキのいいところはですね、思想して殴ってもらうじゃないですか。で、殴り合いをしてもらうことによって、実はヘイトが、下がります。なんかちょっと言ってることがよくわからないんですが。そう、なぜか下がります。はい。これなぜ下がるかというと、まあ、思想して殴りに行かなきゃいけないじゃないですか。はいはい。殴りに行かなきゃいけないんで、まあ、殴られてる方は、処理しなきゃいけないんですよ、どうしても。どうしてもね。そうなんですよ。だから、もう処理しなきゃいけないけど、ごめんなさいって言いながら、なぜか僕のヘイトが上がってないっていう。まあ、相対的に下がってるということで、結構いいです。でも、そういう考えたら、殴ってきてるクリーチャー、まあ、もう緊急時はしょうがないかもしれないけれども、はい、フィルクラグ処理した方がいいんじゃねえのっていう。まあ、フィルクラグは別に処されても、まあ、ドローするだけなんで、こいつよく考えてください。どうしてパンプするだけなんで、あと思想するカードはいっぱいあるんで、あんまりフィルクラグ処されても、まあ一応守るカード、いわゆる、今おっしゃられたように、守るカードを入れます。自分滑りであったり、一応、稲妻曲げも、まあ1上がれば、まあ変更は時はちょっと高いんで、1万円卓には入んないんですけど、半分ぐらいすると食っちゃうと。だから、そういうので、打ち消しは基本的に守ります、フィルクラグを。守るのは結構大事になってくるかもしれないですね、そういう意味では。まあ、やっぱりそれなりには、統率者の、依存度はちょっとあるかもしれないですね。確かに。やっぱりドローの部分ですかね、特に。そうですね。いや、思想、あんまり統率者に依存してないと思ってるんですよね。そんなに高くはないと思うけど、アドゲンまあ確かにドローできるのはでかいかもしれないですね。意外とドローできんだなっていう意味では。まあ、それで、まあここで思想してもらってるじゃないですか。で、これ大事になってくるのが、この、僕の方を殴ってこないでほしいんですよ。はい。まあみんな殴ってほしくはないと思うもちろん。まあ思想できなかったやつも殴ってほしくないんですよ。思想絞らしたやつってそうです。まあちょっと全員思想することはそんなにはできない。まあそんなにできないんで、なるべく殴ってほしくないんで、まあ例えばこの崖の暴君カズールっていうカード、これ昔ながらのカードなんですけど、稀によく見るやつですね。はい。カジュアルでよく見かける。これ3マナ払わないとビースト出ちゃうよっていう僕のとこに。なるほど。殴りづらいですよね。殴りづらいです。あとはこのプロパガンダっていう2マナ払わないと攻撃できませんよっていうエンチャント。弱いんだな、それ。でこれちょっと無償の場っていうカードなんですけど、これ、僕にダメージを与えると手札に戻りますよっていうエンチャントあります。ありますね。あります。じゃあこれで、殴ってきてほしくないです、とりあえず。なるべく、殴ってこないように、誘導すると。誘導します。はい。そうですね。で、その思想状態で出したお得なカードとして、デスキスっていうカードがあるんですけど、何ですか、それは。これは対戦相手が、対戦相手に攻撃すると、そいつをパワー2倍にしますよっていう。やばいですね。やばいです。やばいですね。
まあ一応なんかおまけで怪物化で思想できますよっていうのが書いてあるんですけど、そっちはそんな重要じゃねえ。そういや使ったことないですまあこれ待ってください。今の結構効果強いと思うんですけど、何マナですか？こいつ6マナです重いな。重いな。まあ最後の方ですよね。まあ思想してってで、あと僕の個人的に好きなカードで、要は思想し合ってる状態でパーティーの主役になれるカードがあるんですよね。なるほど。こいつはちょっとルールがややこしいので一応読みますと、こいつが攻撃する、まあとりあえず4マナ01先制トラップル速攻です。なんかいっぱいついてるな。まあとりあえずこいつが場に出るとこいつがコピーされます。で対戦相手の場に出ます。コピーが出ます。でコピーは思想されます。なるほど。とりあえずはい。でこいつのパワーは攻撃するたびにそのプレイヤーがコントロールしてる数分 X 修正になります。なるほど。はい。でそれが思想されてます。なるほど。僕のはされてないです。なるほど。ちょっと待ってください。はい。っていうことはこれなぜパーティーの主役になれるかとまあそれもそうなんだけど、はい。対戦相手出ますよね。はい、出ますね。はい。出ました。はい。まあ追消滅しないですか？これ伝説じゃないんで大丈夫です。いや、そういう意味じゃないです。はい。アタック行って。そう思いましたよね。いやみんなすぐそう思うんですよ。それね、どうなんだと思うじゃないですか。行ってブロックすればいいじゃないかと。そう思うじゃないですか。そうそれちょっと大きな勘違いで。なるほど。まず、これ出ますよね。はい。1体出ますと。これ、俺も最初、これどこがパーティーの主役なんだと思ったんですよ。なるほど。これ1体出ます。で、殴りません、僕は。とりあえず。殴ったらブロックされちゃうんで。まず1ターン目の殴りません。で、次のターンの、次の番手の人は、まずこいつ殴んなきゃいけません。殴りに行くじゃないですか、どっちかに。で、その人は、パーティーの主役、ブロックしに行くとするじゃないですか。そうすると、まだ残り2体パーティーの主役が残ってるわけなんですね。いるね。そうすると、不利なんですよ。あれ2体は死ぬんじゃないの？2体だから要はブロックしちゃうと損なんですよ。そういうことね。そうね。残りの1体が勝ち込んでくると。そう、残りの1体勝ち込んできて、さらに僕の1体が勝ち込んでくるんで。なるほど。はい。これ、めちゃくちゃ損なんですよ。これ実はブロックすると。なるほど。でも思想されてるから、ブロッカーとしては盾どけないと。盾どけないんです。なるほど。これ、そこで、わちゃわちゃパーティーが始まります。なるほど。よく考えられてますね、これ。その主役は僕です。なるほど。これはいいカードですよ、かなり。なるほど。今の説明を聞かないと、多分このカードの意味は分かってないと思うんですよね。多分、分からないカードなんですけど、これすごい人気だと思いますね、海外で。本当に？分かんないです。適当だな。今想像してて、これ海外で人気あるなと思いました。どこの海外を想像してるんでしょうね。そう、僕の言ってる空想の海外です。僕の言ってる海外は空想の海外なんで言っときますけど。で、まあそんなんで、まあ一応ラス語の話ですよね。除去の話ですか？除去の話、除去は青と赤なんでなんとかね、青なんで演術とかあるじゃないですか。ありますね。急速混戦とか。で、一応このアクロス戦争ってカードがありまして、はい。これ決まってるのはあんま見たことないんですけど。紹介してるのに弱いとかもいや、一応噛み合ってるっちゃ噛み合ってまして、これテイロスだったかイコレだったかのカードだと思うんですけど、まずとりあえず場に出た時クリーチャー1体パクれます。はい。でこいつが場に出続けてる限りコントロール得ます。はい。パクったと。英雄ターンなんで3章になったら帰っていっちゃいますけど、でパクって次の2章になるとその次のターン僕の次のターンまで強戦コンバットになります。対戦相手が。はい。だからフィルクラーグの、能力と噛み合ってると。噛み合ってます。でその次のターンの僕の3章でタップ状態のクリーチャーが要はパワーに等しいダメージを与えます。腹切りするってことですね。そうです。だから一応3ターン後に備えたらラスみたいな。ごめんなさい、言ってる意味はわからないです。めちゃくちゃ弱いんですけど、これあんま決まったことないですよ。けど一応噛み合ってるんで、
強制コンバットが重要なんですよ。どちらかというと2章が重要そうなんです、2章が重要ですこれ。2章が重要なんです、ね。まあ3章いけたらいいなぐらいで。3章でまあ被害出たらラッキーぐらいの話ですかね。そうですね。まああとまあそれと関係で言うとこの豚の呪い。はい。これは除です。はい。2マナ X で X 対豚に変えられます。はい。豚っていうかイノシシなんですけど。でこれが要はなんでいいかっていうと、うんうん、これまあデッキに入ってたんですけど、これは結構いいのは要は思想していくんで、うん、思想していけばいいので、その要は除去を打たなくてクリーチャーに変えてもいいんですよ。なるほど。でこれ追放除去なんで、うんうんうん、だからシステムクリーチャーを相手をシステムクリーチャーを除去してって、追放してって豚に変えてってそいつらは思想すればいいっていう。なるほど。かなり美味しい。これかなりいい状況だと思ってます。このデッキの中では。このデッキの中では、はい。うん、まあ確かに弱いカードではそんなにはないと思いますよね。カジュアルでは結構よく使えてますよね。で、まあ他にもドラゴンで殴っていくのとか、まあたまにまああるんですけど、まあ3マナの、まあ、混沌のドラゴンっていうカード、これ3マナ44速攻で、まあ殴っていけるとか、まあ軽く説明しますけど、4マナ6号飛行速攻で殴っていけるドラゴン、領空のヘルカイトっていうドラゴン、まあこれ、こいつは確か追加コンバットすると1体攻撃いけないっていう、要は1回だけ殴れるドラゴンなんですけど、まあドラゴンとしては優秀な速攻で、まあこの2枚ぐらいドラゴン入るかな。まああとはあれですね、黄金花のドラゴン入れるかどうか。はいはい。黄金花、いわゆるこの1万個しかどうまあちょっと最近1000いくらでちょっと安いんで入るかなと思ってるんですけど、まあそんな感じですかね。で、まあそれで思想します。要は、はい、で、まあ、今思想プラン。ドラゴンはまあただの、まあファッティですよね。ドラゴンという。そうです、ドラゴン、そうですね。まあ一応プランとしてはそんな感じです。今説明した感じ、そんな感じです。なるほど。で、まあどうやって勝つんやと。まあどうやって勝つか問題なんですが、でさらにそこにこう一番こうキーとなってくるカード、これ大回戦というカードがありまして、はい、これもう全部アタックいけと、はいはいはい、全部ブロックいけと言い出します。いきなり全部ブロックいけばついちゃうんですね。はい、ブロックいけばアタックいけブロックいけ、アタックいけばともかくちょっと全部ブロックいけば辛いですね。でこれ結構いいカードです。はい、指導されてる状態だとしたらうち殴ってこないでほしいんですけど、その時その時うち殴ってこない。それどう考えても思想されてない分はそっち行くでしょうね。まあそうなんですね。なるべく殴ってこない。まあ、一応もう一枚ありまして、ヘルカイトの戦争をやってカードありまして、はい、これはドラゴンです。さらに、はい、6マナ55飛行ドラゴンで、これも全部攻撃いけと。攻撃いけ系ですね。でこいつ出した状態で攻撃いけっていうのが始まるんで、こっち殴ってきづらいです。攻撃が立ってるんで、そうね。こいつはかなりいいカードだと思いますね。でまあそれが出まして、はい、最終的なフィニッシュ手段、はい、今のところどうやって勝つんだと。まあ失踪してまあ消耗戦にも落ち込みました。どうやって勝つねん。相手同士が削り合ってくれます。はい。まあなんか打ち漏らしたやつはこっち来たりはするけどっていう話ですよね。そうですね。だから結局勝ち筋ないじゃん。勝ち筋どうするんですかと思われた方いらっしゃると思うんですけど、一応このデッキ、4枚勝ち筋を用意してまして、なるほど。この4枚にたどり着かなきゃいけません。とりあえず。なるほど。まあ一番わかりやすい勝ち筋、とりあえずチャンドラ火の目覚めというカードがあるんですけど、全除去ですね。これ全除去なんですが、いわゆるフィルクラークが例えば77とかもなってたら嬉しいなっていう感じで、このチャンドラ火の目覚めを打ちますと、7点オールでプレイヤーに7点、そんで勝てるのかと確かに思うじゃないですか。これ実はこれ殴り合いをしていることによって要はライフは減ってます。相手のライフはかなり詰まってると。そうです。対戦相手は減ってて、僕だけ減ってないという状況が生まれます。ライフの差があるんですね。そうです。でそこで横入れの自信で勝ちます。なるほど。X 何歩ぐらいで打つんですか？多分10ぐらいに、あれば残り10ぐらいでわちゃわちゃしてる感じになるんで、いつも大体。なるほど。なんでこんなんで勝てんだと思うかもしれない方いらっしゃるかもしれないですけど、でまあそれぐらいマナが出てれば、
まあ一応勝てるんですけど、はい。あともう2枚フィニッシュカードありまして、はい。これ僕の大好きなカード、これ暴動というカードがあるんですけど、何でしたっけ？これは8マナのソーサリーで、これ全てのクリーチャーのコントロールを得ます。はい。これ場に逆に出てる状態の時に、これわちゃわちゃして盤面で打つと全ての5、6択想定してるんで、5、6択は結構盤面わちゃわちゃします。その択で全部のコントロールを得て速攻を得るっていうこの最高のなるほど。相手の盤面が一瞬剥げ上がり全部殴っていけるっていう死ぬわな。これとんでもない打点出ますかね。はい。ちょっと怖いのは否認とかされることですか。5、6択で否認入ってますかね。否認は入ってるやろ。否認は入ってますかね。構えてるかどうかは別問題っていう。でこれがオリジナルのボードはオリジナルですけど、これよくあるフィル・クラークのフィニッシュ手段はこれ壮大な決戦というカードになってます。なるほど。これ4マナ3マナで6マナですね。6マナ間違えた、7マナの超過で、まずこれ2段攻撃カウンターを全てのクリーチャーに置きます。カウンターを置く。はい、2段攻撃カウンターを全てのクリーチャーに置いて、2段攻撃カウンターを置かれているクリーチャーは出動されます。なるほど。価値悪いですね。これ要は殴ってくれと。しかもあくまでその、他の人が死ぬまでと。そう、他の人まで。今他の人が死ぬまでっておっしゃいましたよね。これ一番やってはいけないことがあります。はい。それは1対1になるということです。これ1対1になった瞬間負けです。このデッキ。なるほど。一番気をつけちゃいけないと。思想するが、ほぼ私分になるということですね。そうです。思想することが意味なくなるので、カード8割方なくなります。ただ強制コンバットしてるだけだと。それだけ気をつけていただければ一応勝てる構成になってますんで。なるほど。で一応紹介ついでに7-8でやりたいという方は、はい、ベイロス・バリテルっていう、別のカードがあるんですけど、これを統率者に指定して、士族の職人というカードを背景にすると、これ7-8一応いける思想のデッキになりますね。なるほど。これは一応能力見ていただければわかると思うんですけど、無限宝物で勝てる構成になってますんで、要は鳩場絡みの無限宝物で、勝てる7-8のデッキになると思います。なるほど。はい、その場合は思想はこいつそうですね、一応ベイルスバリティ出てる状態で要はこいつの能力で一時カードを乗っけていくと、場に出てるクリーチャーが全部思想されていくんですよ。で思想されていってる状態で戦います。はい。で普通に7-8択なんで、あんま意味ないですけど、思想されてるよねっていうことです。軽い13の、要はティムな、マルコムとか、強制コンバットになるじゃないですか。トラシオスとか、なっちゃうと困るよねって言うんですよ。結構意外と困るんですよ。13の何でしたっけあいつ、ハンジね。ハンジも強制コンバットになっちゃうんで、なんか都合よく死なないところもないやろうと。そうですね。あとライフ減ってくるっていうのはありがたいかもしれないですね。7尺で。で意外と7-8でこれ通用しますこいつ。で一応無限宝物で勝てるという筋があるんで。なるほど。はい。ちなみにおやりになったということでよろしいですか？もちろんこれはやってます。なるほど。これはやってます。まだ対戦したことはないと思うんですけど、今度見せますねそれ。これ結構楽しいです。なるほど。やるとまずこいつにジョグ打ってくる人一人もいません。確かに打たなそうです、ね。意味ないです。打たなそうです。ヘイトがだいぶ低く なるんで、かなりやりやすいんで、なるほど。面白いデッキになってますんで、こっちはこっちでやってみたらいいかなと思いますね。なるほど。以上この2点デッキ紹介になりました。海外でフィルクラブ結構流行ってて、また加えて言いますけど、これは空想の海外です。空想の海外、そうです。空想の海外で流行ってるみたいなんで、一応空想の海外の方では、2万とか3万とか拡張ホイールが遊べるみたいなんで、そうなんですよ。だから結構人気だっていうことは確かだと思うので、やってみてはどうでしょうかということで、今日の動画は以上になりますね。おしまい。